はい、どうもです。今回はですね、こちらクマササハナムロっていう食材ですね。それでは捕獲映像からご覧ください。今日はですね、追い込み漁に同行させていただいたんですけども、追い込み漁っていうのは海底に網を張ってで魚を脅かしてその網の中に入れたところを取っていくといった漁法になります。で、なんでわざわざこんなボンベを背負って網を張っているかっていうと、海底にサンゴがあるんで、普通の海みたいに網を張ったらサンゴに引っかかるんで、回収がね、できないんですよね。サンゴを傷つけないようにこんな感じで手作業でやっているっていう感じですね。なんかね、海底に手をついたら、なんか柔らかいもんがあって、なんだろうと思って確認してみると、こいつがいました。オニダルマオコゼの子供ですね。本当にね、こいつは警戒心が全然なくて、手で触ってもね、全く逃げないんですよ。背びれには超猛毒があるんで、皆さん触らないことをお勧めするんですけど、魚の中で一番触りやすいと言っても過言ではないぐらい逃げないですね。で、今はですね、網を張ってるところですね。で、この作業もね、結構単純に見えてかなりね、危険で、海底で網に引っかかると、そのまま水面に上がれなくなって死んじゃうんで、かなり危険な作業なんですね。で、この呼吸の泡がね、本当に綺麗ですよね。で、ちょっと喋ることがもうないんで、ちょっとこのタイミングで言わせてもらうんですけども、皆さん登録者20万人、ありがとうございます。いやーもうね、動画始めた当初は、こんなに登録していただけるなんてね、もう全然思ってなくて、もう本当にね、自分自身驚いてますね。これからもね、面白い動画をアップしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたしますと。で、こんな感じで追い込むときはですね、一列に並んで魚の逃げ道を塞いで、追い込んでいきます。で、今回狙う魚種、クマサハナムロの稚魚はですね、かなりね、小さいんで、ちょっと低画質で見てる人はちょっと見えないかもしれないんで、最高画質で見ることをお勧めします。はい、徐々にね、魚が見えてきました。青くてキラキラしてるのが今回狙ってる魚ですね。で、この棒を振ると魚が驚いて逃げていくんですね。魚つきの時はどうやったら魚が驚かないかっていうのを意識してる中、この追い込み漁はどうやったら魚が驚くかっていうのを意識するっていう、もう全く逆の神経を使うんで、もうなんか変な気持ちになるんですよね。なんて言ったらいいのかわかんないんですけど。はい。で、こんな感じでかなりね、集まってきましたね。で、網にまで追い込んだら、今度はですね、網を閉じていくんですね。で、閉じてる間に逃げないように入り口で魚をね、こうやって驚かせてます。で、下層の方にいる黄色い魚はですね、あれはスズメダイですね。なんかファインディングにものね、ラストシーンを思い出させるようなそういう映像ですよね。もう魚たちはそういう気持ちだと思います。それでは船に上がって水揚げしていきましょう。カゴですくって袋詰めしていきます。で、今日はですね、この量を2回やったんですけど、だいたい1万匹ぐらい取れましたね。いや、やっぱ俺が来ると大量ですね。なんか変なの入ってますね。引きってやつかなんか。それでは陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで今日はですね、クマササハナムロなんですけども、言ったらグルクンの子供ですね。ちょっとね、知ってる人だと、グルクンって高砂じゃないのってね、思うかもしれないんですけど、クマササハナムロのことも普通にグルクンって言ってますね。はい、ということで早速観察していきましょう。はい、こんな感じですね。高砂も混じってそうだけど、全部クマササハナムロっぽいな。これはね、スズメダイ。なんか結構いっぱいいろんな種類入ってたように思ったけど、2種類しか入ってないね。はい、こちらが全体像ですね。水中では真っ青だったのに、陸に上げるとね、こんなね、真っ赤になるんですよね。グルクンって呼ばれてる魚はね、みんなね、なんか水中の色と陸に上げた色が違うんですよね。みんな真っ赤になるんだよね。もう高砂とめっちゃ似てて、みんなあんま区別つかないと思うんですけど、尻尾の模様で見分けつける感じですね。この尻尾の先端に点がついてるやつは高砂で、点がないやつがクマササハナムロ。このぐらいのサイズだったら、普通に、内臓と骨ついた状態で揚げて、そのまま食べれるんですけど、それだと面白くないんで、腹開きにして、天ぷらと干物、そして普通に刺身で食べていこうかなと思っております。それでは、調理していきましょう。やっぱね、小さい魚楽なんだよね。もう天ぷらはね、普通に鱗とか落とさずにやります。まず、頭を
落として、お腹側のここら辺から包丁を入れて、背骨の上をこうやってスッといくと。はい。で、こんな感じで開けます。で、これをひっくり返して、で、この腹骨ごと、こうやって背骨を一緒に取っていくんですね。はい。OK。で、今日はですね、とにかく数が多いんで、もう流れ作業でやっていきます。まず全部、こうやって頭を落としていきます。流れ作業っていうのかな、同じ作業を一気にやっていくという感じですね。いや、調子乗って持って帰りすぎたな。大体200匹ぐらいかな、いるのは。多分1時間ぐらいで終わるんじゃないかな。1時間じゃ終わんねえか。1時間半ぐらいで終わると思う。さて、こっからはもう早送りかな。はい、ということでやっと頭が落とし終わりました。すごい頭の量。この牛刀ね、あんまり使ってないんで、練習がてらにね、200匹ぐらいさばこうかなと思ったんですけど、ちょっと思いのが大変だわ。で、ちなみにですね、今日取れてから1日経ってるんですけど、想像の2倍ぐらいね、鮮度落ちるの早いね。本当はね、みりん干し完成と同じタイミングで刺身食べようかなと思ったんですけど、これはね、待ってたら臭くなりそうなんで、もう今からね、刺身作って食べてみますね。で、刺身用はね、普通に鱗取っていきます。ちっちゃいくせにね、割としっかりくっついてるわ。で、鱗落とし終わったらもう頭を落としていきます。これはもうさっきと変わんないですね。にしても傷みが早いな。で、内臓を取っていきます。はい、ここまで来たら洗い流していきましょう。はい、そしたらこのちっちゃい魚をね、3枚におろしていきます。これに関してはもう大名おろしでいいと思う。うわ、身が柔らかいな。難しいわ。これは難しい。これも何が起きてるか分かんなくない？ちっちゃすぎて。3枚におろしていきますと。包丁で引けるのかな。一応峰を使って引くことはできますね。はい、こんな感じと。この皮引きはね、結構むずいわ。峰使えば簡単なんだけどね、まな板に押さえつけてガッと引いていく感じ。はい、刺身の出来上がりですね。ちょっと味っぽいよね。はい、ではこちらの刺身直接醤油をかけていただいていきましょう。はい、じゃあ食べてみます。うわ、美味しい。中骨取ってないんでね、小骨が気になるんですけど、普通にうまい。めっちゃうまい。味的にはカンパチみたい。はい、さてこれから地獄の作業をやっていきましょうか。1時間かかんないんじゃないかな。さて、どんどんやっていきましょう。はい、今の時点で1個何秒かかるか測ってみようかな。いきまーす。はい、 OK、10 秒ぐらい。さて、どんどんやっていきましょう。もうちょいね、包丁がちっちゃい方がやりやすいんだけどね。はい、とりあえず半分ぐらい終わったかな。だいぶうまくなったんじゃない？割とね、魚の骨の構造が分かるようになってきた。魚さばきってね、割と見よう見まねでね、できる、そんな難しいことじゃないんですけど、骨の位置をね、完璧に覚えるのがね、一番難しいと思う。すごい上手い人は一たちで終わらせるんだよね、やっぱり。
てか喋りながらやるとめちゃくちゃ難しい。作業単調すぎて眠くなってきたわ。あと50匹ぐらいかな。もうちょいですね。よっしゃ、あと3匹。いやー、長かった。はい、ようやく終わりました。長かったね。で、内臓とかがちょっと皮の表面とかについてるんで、塩水で洗い流していきます。真水だとね、浸透圧で身がブヨブヨになっちゃうんで、塩水で洗っていくって感じですね。で、氷も入れていきます。で、混ぜていくと。はい、で、塩が溶けたらここに身を入れていきます。で、洗っていくと。ちょっとね、グルクンの身自体がすっごい柔らかいんで、身が崩れないかだけすごい心配なんですけど、まあ大丈夫でしょ、優しくやれば。すごいね、汚れ出てきましたね。はい、そしたらこれ水を切っていきます。すごいブヨブヨで、天ぷら分だけちょっと乾かしていきましょう。乾かさなくてもいいと思うけど、ちょっと水を切っていきましょうね。はい、 OK。 はい、そしたらみりん干しの準備をしていきます。材料はシンプルですね。醤油、みりん、そしてごま。とりあえず醤油を入れていきましょう。醤油、魚の量が結構多いからね、醤油も結構入れなきゃ。そしてみりん。そしたらここにグルクンを入れていきます。そして最後ごま。全部入れていいでしょう。入れすぎたな。多くて困る多いな。めっちゃごま多いんだけど面白。はい、そしたらこれで2時間ぐらい漬け込んでいきます。はい、そしたら味が染み込んできたところで干していきましょう。やべえ、めっちゃ塩辛そう。俺熱いのめちゃくちゃ嫌いなんで、家の中でこれ干して外に持ってきます。多分これ干すのもね、一個一個開いて干さなきゃいけないから超時間かかるんだよね。身の方を下にするとね、乾いた時に網にくっつくんで、なるべく皮の方を下にしていく感じですね。ちょっとね、本当にね、これ外でやってたら熱中症になるからね、マジで超暑いから。はい、並び終わりました。もう満タンですよ。そしたら外に干しに行きましょう。天日干しですね。4時間ぐらい干したらいいと思う。よし、 OK。はい、それでは4時間ぐらい経ったんで持って帰ってきました。どうだろうね。あんまり干物作んないからうまくいってるといいな。いいんじゃないかな。はい、こんな感じですね。かなりね、水分飛んでますね。さて、取り出していきましょう。はい、それではようやく完成しました。あんだけいっぱいあったのにこんだけしか取れないんですね。今日はですね、10枚ぐらい焼いていこうかな。あとはね、いつもお世話になってる人にね、あげようかなと思ってます。もう調理法はね、焼くだけ。楽ですよ、これは。黒すぎて焼けてるかどうか全然わかんない。匂いでわかるな。焼けた匂いがする。はい、そしたら天ぷらを作っていきましょうか。こんなんね、もう絶対美味しいじゃないですか。はい、それでは天ぷら粉を作っていきます。はい、それでは油を入れていきます。着火。これはね、1個ずつつけていくパターンだと思う。はい、早かった。はい、それでは完成しました。いやー、長かったで、今日はですね、
もう栓抜きがいらない天つゆを買ってきました。もうね、栓抜きがいらないってだけでね、嬉しいよ。はい、それでは食べていきましょう。天ぷらからね、いきます。うまっ。めちゃくちゃうまいわ。もともとグルクンはね、結構ね、揚げて食べられることが多い魚で、グルクンの丸揚げとかでよく作られてるんですけど、やっぱりね、揚げ物に最高の密出してますね。すごいふわっふわ、癖もなくて魚の風味もすごいいい感じでうまいわ。何かに似てるって例えたいんですけど、あんま似てないですね。一番キスが近いかなって思うんですけど、そこまで近くもないです。アジとかは結構離れてる。そんなに味が濃い魚ではないですね。さっぱりしてる。それではみりん干し食べていきましょう。うまいわ。普通にうまい。お味のみりん干しみたいなのを目標にしながら作ったんですけど、もうほんとそんな感じの味ですね。ただそんなに味の濃い魚じゃないんで、そこまでね魚の味は強くないんですけど、うまいわ。満足です。はい、それではごちそうさまでした。いやー、熊笹花風呂うまかったですね。思ったのは、日本に流通してる干物、めちゃくちゃ労力かけて作られてるんだね。干物って手作りかどうか見分ける方法があって、ちょっと大きい魚とかだと機械でやってるとね、背骨が一通り横断されてるんですよ。真っ二つにね。でも人間の手でやると真っ二つにされてなくて、一応そこでね見分けつくんですけども、いやーでもなかなかの労力がかかってるんだなって思いましたね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。